こんにちは、大井です。こんにちは、ひなです。今日は2026年4月12日、4月15日、4月18日に行われたアメリカ対日本戦の国際親善試合について、アメリカサポーターと話していきます。同じ国と3試合連続親善試合ってすごいね。しかも会場は違うんだよ。1試合目はカリフォルニア州サンノゼ、2試合目は中2日ではワシントン州シアトル。ここの距離は約1120キロで日本だと青森から福岡って感じ。日本に例えるとかなり遠いね。3試合目も中2日でコロラド州コマースシティ。ここの距離は1643キロで、札幌と鹿児島よりちょっと遠いよ。しかもここは標高約1600メートル。日本で例えると、日本にはこんな標高のスタジアムはないんだよ。日本だと一番高くて山梨県に標高1035メートルのスタジアムがあるぐらい厳しい環境だね。今回はアメリカサポーターのキャッシーとリモートをつないでるよ。 Hey, what's up? I'm good. Me too, me too. 今からアメリカ対日本の3連戦があるから、もう朝からめっちゃ盛り上がってるよ。葵とひなにもその熱気を伝えていくね。じゃあ現地のリアルな声を聞かせて。私に任せて。現地の雰囲気ってどんな感じなの？ぶっちゃけ今はちょっと雨が降ってて湿っぽいんだけど、みんな準備万端って感じ。私の周りもベイエリアは今日ウェットな一日になりそうだね。なんて話してるけど、試合を見る準備はバッチリだよ。雨か。せっかくの親善試合なのにね。そうなの。あとね、私の友達とかはアメリカ頑張れって超盛り上がってる。みんな赤と白と青の旗を掲げて USA! USA! って感じ。3対1でアメリカが勝つって予想してる人がいて、もう気合入りまくりだよ。3対 1? アメリカ強気だね。去年のシービリーブスカップで日本が勝ったからアメリカは気合入ってるね。でしょ？でもね、日本のこともみんな警戒してるんだよ。今の日本は本当に調子がいいって言ってる人も多いし、アジアカップを制したあのありさまを見たら、そう簡単に倒せる相手じゃないってみんな分かってるみたい。確かに決勝以外は圧倒的だったもんね。そうそう。でもその一方でね、日本はフロントのスピードがちょっと足りないんじゃないって見てる人もいたよ。アメリカのバックラインに不安があるから、もしスピードがあったら危ないかもねなんて意見もあって、みんなガチで分析してるんだよね。サポーターもすごく細かいところまで見てるんだね。あと面白いのがね、アメリカを応援してるけど実は日本の真中のファンなんだよねって人もいて、自分の国に勝ってほしいけど好きな選手が相手チームにいるから心が引き裂かれるって嘆いてたよ。松久保ちゃんがアメリカで愛されてる。ノースカロライナカレッジでプレーしてるしアメリカでも愛されてるんだね。じゃあ1試合目終了まで行くよ。試合終わったね。アメリカが勝って超盛り上がってるんだけど、実は今現地のファンの間であることでめちゃくちゃクレーム殺到してるんだよね。勝ったのにクレーム。何があったの？それがさ、プレーの内容じゃなくて音なんだよね。スタジアムでずっと太鼓叩いて歌ってる人がいて、それがもう本当にうるさかったって怒ってる人が続出してるの。確かに中継でも結構太鼓の音が聞こえてたね。しかも日本の応援とそっくりなアメリカの応援だったよね。そうそう耐えられなくてテレビの音量下げたって人もいたし、現地で見てた人は生だとさらにやばくて集中できなかったって言ってたよ。中には太鼓の近くの席になるのが嫌だからチケット買いたくないとか南アフリカワールドカップのブブゼラ以来の不快さだってキレてる人もいて、かなり話題になってたよ。ブブゼラ級って相当だね。私はそんなに気にならなかったけど。私も日本人は虫の鳴き声を心地いいって感じることあるけど、海外の人は虫の鳴き声は雑音にしか聞こえないって言われと同じなのかも。漢字の試合の方はっていうと、勝ったのは嬉しいけど内容はぶっちゃけいまいちだったなって意見がかなり多いんだよね。勝ったのにそんなこと言われると負けた方は立場がないよ。なんで内容がいまいちだったの？パスミスが多すぎるとか、ボールキープしてもバックパスばっかりで前に進まないって指摘が結構あってさ、ディフェンスのミスで失点しそうな場面もあったし、後半は特に微妙だったって厳しい声も多いの。久しぶりの試合だったから両チームともサビ落としの試合だったねって言ってる人もいたよ。アメリカサポーターは厳しいんだね。でもポジティブな意見もあって、やっぱりロズラベルのゴールとアシストは最高だったって絶賛されてた。あとね、日本のことも言ってる人がいて、すごくアグレッシブだったし、
ランキング上位の相手とのいいテストマッチになった。って評価してる意見が多かったよ。日本の戦いぶりがそうやって評価されるのは嬉しいね。あとね、素晴らしい勝利。アメリカ男子代表も女子から少しは学べ。って言ってる人とか、ボールがネットに入った瞬間に髪の毛いじってた選手がいたけど、私がコーチなら二度と試合に出さないね。手怒ってる人もいて、みんなほんと細かいところまで見てるなーって思った。それくらい許してあげて。1試合目はこんな感じだったんだね。そうだね、2試合目も楽しみにしてるよ。2戦目は浜野ちゃんのノールックシュートで見事勝利したね。ナイスゴールだったね。今回のシアトルでの第2戦、アメリカは 1-0 で負けちゃったんだけど、現地のファンもいろいろと言いたいことが爆発してるよ。負けちゃうと荒れるよね。どんな意見が多かったの？まずはエマ監督がスタメン11人を一気に若手に変えたこと。弁慶ボロボロじゃんって怒る人もいれば、いやこれはワールドカップに向けたテストだって擁護する人もいて大激論。あとはピンチでもないのに後ろにばっかりパスするからアメリカはまだバックパスし続けてるって伝説になりそうなんて皮肉も飛んでたし、キーパーのポジションの争いについても熱く語られてたよ。日本も9人メンバー入れ替えてたし、どっちも1試合目とは違うチームだよね。そうなの。でもね、私が一番びっくりしたのは、アメリカへの不満以上に日本マジですごいっていうリスペクトのコメントがめちゃくちゃ多かったことなんだよね。どんな風に褒められてたの？例えばね、なでしこジャパンだけが本当のフットボールを捨てるって絶賛する声があったり、今日はアメリカのサッカーがアジアのフットボールに負けた。いや、日本ではそのスポーツのことサッカーって呼ぶんだぜ。サッカー。みんな日本の戦術をすごくよく見ててさ、日本は最初から3バックでハイプレスを仕掛けてきてマジだった。アメリカの中盤はボールを持ったら守備的なポジションを取るのに、日本の中盤はボールを受けたらすぐターンして攻撃に向かってくる。そこが全然違うってめちゃくちゃちゃんと見てるの。あとね、日本は守備ブロックを作って相手のミスを見逃さずにカウンターで仕留める戦術がすごいって話題になってて、前のワールドカップのグループステージでスペインを 4-0 でボコボコにした時と同じ戦術だってみんな鮮明に覚えてたよ。よく他国の試合まで覚えてるね。それでね、アメリカのファンが一番驚いてるのは、なんで日本がそんなに完成度が高いかってこと。日本はユース代表の時からずっと同じシステムを選手に叩き込んでるからだって指摘してる人がいたよ。そんなことまで知ってるんだ。すごい。日本は2011年に A 代表、2014年に U17、2018年に U20 でワールドカップ優勝してるけど、それはユース育成プログラムのジャパンウェイのおかげだ。でユースチームもシニアチームと同じアイデンティティでプレーしてるのがすごいって大絶賛だったよ。アンダー世代の日本の成績まで知ってるなんて、アメリカサポーターすごいね。でしょ。極めつけはね、1999年のワールドカップ前に日本代表がサンタクララ大学のチームと練習試合をしてボコボコにされて大恥をかいたことがあったんだよ。あそこから今の強さまで成長したなんて本当に信じられないって昔話をしてる人もいたよ。というかアメリカサポーター日本のことなのに詳しすぎでしょ。クリエイティブでスキルの高い選手をどうやって育ててるのかアメリカのシステムじゃ無理だって人もいたくらいだからこそ、みんな次の第3戦はベストメンバーでガチでやり合いたいってめちゃくちゃ燃えてるよ。一緒倍で合計2対2だから3戦目が本当に勝負だね。葵、ひな息してる？アメリカが最後にしっかり勝ってキャンプを締めくくったよ。3試合目はやられちゃったね。日本はもうあったかいのにそっちは雪が積もっててびっくりしたよ。そうなの。雪がすごくてさ、ピッチを雪かきして違ったみたいなんだけど、実質コンクリートの上でやってるみたいで、選手が頭を打たないかヒヤヒヤしたよ。あとデビッドソンがピアスつけたままプレーしてて、レフェリー気づけよ、イエローだろってツッコミしてる人がいたよ。ピアスつけてるの気づかなかった。でもフォックストラベルがスタメンに戻ったらパス回しが劇的に良くなってさ、エマ監督の采配が完璧すぎて、男子代表のファンが3ヶ月でいいから監督貸してって言ってるくらい評価爆上がりだよ。監督大人気だね。日本を支配してたからね。今回は日本は手も足も出なかったね。手を喜びしてるファンもいたくらい。でもね、今回アメリカが勝ったからこそ、逆に日本のヤバさを痛感してるファンがめちゃくちゃ多いの。勝ったのに日本のヤバさを痛感？どういうこと？まずね、
日本はこの3試合の合計でアメリカを170分間も連続で無失点に抑え続けてたんだよ。こんなゲート他のどの国にも絶対にできない。って脱帽してる人がいたよ。3対0で勝ってそこに注目するんだね。そうなの。だからこそ今回はパスを忍耐強く回して日本の強固な第2ラインをやっと突破できた。これこそが日本に対する正しい戦い方だ。完璧だったって戦術面で大絶賛されてたの。逆にシアトルの負け試合については、あの時は日本の第2、第3ラインを崩す気迫が全然なかったって比較されてたぐらい。3試合同じ相手とできるからこその視点だね。まさにそれ。あとね、シアトルで負けた時にエマ監督を批判してたファンに対して、おいおい、親善試合で世界ランク5位の超強豪チームに1回負けたからってガタガタ文句言うなよって擁護する意見もあったの。確かに2位と5位なら勝ったり負けたりするよね。って言ってもまだまだアメリカの方が強い感じ。2位と5位、強者の戦いって感じだ。でね、今回ついにその日本の壁をぶち破って平尾選手から後半だけで一気に3点も取ったんだけど、実は平尾選手が最近の10試合で取られた合計点よりもこの後半だけで取られた点の方が多いらしいの。10試合分を後半だけででしょ。でもね、すかさず、いやアメリカが良かったんじゃなくて、明らかに雪とか環境のせいだろ。鉄込む人もいたんだよね。標高も高いし雪と寒さは相当大変だよね。って言ってもアメリカは慣れてるのかな。北川光選手が25分に交代しちゃったけど高山病だったのかも。そうなの。水曜日に海抜ゼロのシアトルで試合して、たった数日後の金曜日に標高の高いデンバーで試合だなんて、コーチに順応する時間が全然足りてないよ。高山病は冗談抜きでやばいって心配してるアメリカ人もいたよ。それにね、なんでいつもアメリカばっかりホームで試合して他のチームはわざわざアメリカまで長距離移動させられるの？いや、これはアメリカ主催の親善試合だから。鉄込まれてたけど移動の疲れは絶対あったと思うなって私も思ったよ。移動も天気も標高もハードな親善試合だね。あとほっこりしたのがエマ監督のキャップにヘローキティがついてたのを見つけたファンが、監督もキティちゃん好きなのね。私も日本大好きってコメントしてたよ。バチバチの試合だったけどアメリカのファンは日本の強さも文化もしっかりリスペクトしてるって感じた3連戦だったな。キティちゃんいたいた。サポーターもつけてたけど何だったんだろう。スタンドに耳つけてた子もいたよね。あれはアメリカ対日本の試合に合わせた公式コラボイベントだったんだよ。スタジアムにはハローキティもいたんだよ。アメリカってそんなことするんだね。そうなんだ。アメリカからはこんな感じだよ。ありがとう。次は負けないぞ。って言っても試合するのは私じゃないけど。ははは。葵、ひな、later。レイター。1週間で移動もあって3試合はかなりハードだね。アメリカの夜試合だったし、試合終わって泊まって次の日移動って感じだもんね。到着した2日後には試合だもんね。ハードだよね。標高1600メートルでも高山病になっちゃうならボリビアの標高約4150メートルって想像を絶するね。ホームアドバンテージがすごすぎるって。男子のワールドカップって標高高い場所で試合するの？1試合目のオランダ戦と3試合目のスウェーデン戦は標高約169メートル。同じ会場なんだよね。それとここは室内会場だよ。2試合目のチュニジア戦は標高約500メートル。500メートルなら大丈夫そうだね。1位通過した場合もここの会場でノックアウトステージ初戦試合するよ。メキシコだからメキシコサポーターがたくさん応援に来てくれるかも。チュニジア戦はメキシコサポーターが応援に来て日本のホームのような雰囲気作ってくれるって言ってたよね。じゃあ2位通過の場合は2位通過の場合は標高15メートル。日本は標高的には安心だね。ちなみに韓国は約1566メートルの会場で2試合するよ。なでしこジャパンと同じぐらいの高さだね。しかもホームのメキシコと試合。それはメキシコ応援しないとね。というかここはなでしこジャパンファンボイスのチャンネルだから女子サッカーの話しないと。そうだった。U17 アジアカップのメンバーが男子も女子も発表されたよ。でもこの大会から知ってくから知らない選手ばかりだよね。そうなんだけど女子は13人中7人が JFA アカデミー福島の選手なんだよ。それはすごすぎ。U20 でも北朝鮮から点取ったのそこの選手のアシストとゴールだもんね。でも私 JFA アカデミー福島って実際何かわかんない。今度 JFA アカデミー福島って何かって動画出す。ちょっと知りたいかも。私以外にも実は知らないけどなかなか知らないって言えない人いそう。ちょっと考えとくよ。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。